はいどうも皆さんこんにちは。スターリーの河野玄斗です。先日ですね、僕が公認会計試験に無事合格しまして、ありがたいことに多くの反響をいただきまして、でその後なんとですね、僕が通っていた予備校 CPA 会計学院の特別講師に就任することになったわけなんですけど、今回はですね、その講座を特別公開していこうと思います。ありがたいことに CPA さんから許可をいただきました。今のところは財務会計のね、未達取引、こういう風にね解いていけば未達取引のどんな高度のね推定を含むものでも解けるようになるよっていう講座だったり、管理会計のボックス図についてちゃんと理解していればいろんな応用問題が覚えることなく、ね、理解して解けるようになるよっていう講義をねリリースしているわけなんですけど、今後もね様々な講座を作成予定ですので、ぜひねリクエストがありましたらコメントだったり、あるいは Twitter の DM だったりでねじゃんじゃん送ってもらえると嬉しいです。そして今回はですね、皆さんが何十回何百回と書いてるであろうボックス図に焦点を当てた講義です。おそらく今回のね講義内容を当たり前だなっていう風に感じる方も一定数いると思いますが、管理会計の計算問題を片っ端からね解法を暗記して解いている方にとっては、問題を理解して解いていくっていうのはこういうことなのかということをね実感してもらえるんじゃないかなと思います。ということで早速やっていきましょう。今回はですね、ボックス図の本質ということで、皆さんがねおそらく何十回何百回、下手したら何千回と書いてるであろう、ボックス図、こういうやつですよねがそもそも何なのか、何を目的に作られていて、で、どういうふうにね数字を書いていけばいいのかなどをしっかりと理解してもらう、そういう講義です。要はね基本をしっかりと、おさらいしていくっていう内容なんですけど、その基本を押さえることによって、ある程度応用的な話題、きっと皆さんがね、苦手としているであろう材料の追加投入の問題ですね、製品数量が増加する場合としない場合、その2パターンがねあったと思うんですけど、材料の追加投入の問題だったり、減損の安定的発生ですね。こういうやつです。こういうやつ、苦手意識持ってる方多いと思います。この面積の部分が何かに対応してでも三角形に分割してするんだったかな、ちょっと忘れましたみたいなね方多いと思いますが、覚えるもんじゃないんですよ。忘れましたじゃあ解けませんじゃなくて、ちゃんとボックス図っていうのが何なのか、この下書きっていうのが何を意味しているのかってことを理解してもらうことによって必然的に問題が解けるようになるということを実感してほしいわけですね。実際ですね、今回の扱う、この率安定発生の減損、減損の安定的発生の問題は担当 A、論文 C とされている通り担当プロパーだっていうふうに思われたんですよね。でもですね、今年の論文式試験にこの問題が出てしまったと、多くのね受験生はいや対策しなかったっていうことで壊滅したっていう方もいるんじゃないかなと思うんですけど、しっかりとボックス図っていうのが理解して、この下書きっていうのを理解してもらえれば、数ヶ月ぶりにこの問題見たわ、あるいは1年ぶりに見たわっていう方でも、その場のノリでね、ここの部分がここに対応するわけだから、この数値っていうのはここにね、書き込むはずだとみたいな感じで臨機応変に対応できたわけなんですよ。ということで、皆さんにはねぜひボックス図の本質を理解してもらって、丸暗記に頼らない、しっかりと理解が伴った、こういうね問題の、取り組み方っていうことをぜひマスターしてほしいなと思います。では順番にまずボックス図とは何なのかっていうことを簡単な例を通して見ていきましょう。具体例、こういう問題ですね。完成品、月末仕掛品、月初仕掛品っていうのが与えられている場合、皆さん反射的にこういう図を書くと思いますと、月初が20個、で当月完成品90個で月末仕掛品10個だから、差額で80個で、加工進捗度はこういうふうにかけてあげて、差額を取って86個みたいな感じで書いてあげて、あとはこの費用ですよねを書き込んでいくと、当月製造費用の部分が8000、ここが8000で、加工費が12900と、で月初の方がここが2100、この部分が1898と、こういうふうに書いていったと思うんですよね。であとはこれに基づいて完成品総合原価の部分を求めてあげて、で月末ね仕掛かり品の原価も求めてあげましょうみたいな、こういう流れだと思うんですよ。でここでね一つ、なぜこれ完成品90個10個20個っていうのに基づいた
計算のものを材料費に対応させて、ね、加工費の部分を、ここ掛け算したものねっていうのを対応させてなんかやっていくんだろう、ね、割り算して、結局なんか機械的にね、解くことはできるんだけど、何をやってるのっていうのを分かんない方、ね、これをしっかりと理解していきましょうね。じゃあまずそもそもね、このボックス図っていうのが何のためにあるのかっていう話なんですけど、これはね、当月完成品総合原価だったり、月末品のね、月末仕掛かり品の原価だったりっていうのを求めていく。要はね、左側でこういったお金が発生してるわけですよね。発生したお金。お金が発生しましたよと、当月製造費用だったり、月初仕掛かり品原価だったりっていうのが発生しましたよ。この発生したお金を当月完成品だったり、月末仕掛かり品だったりにうまくね、暗分していきましょうと。分配するわけだね。発生したお金をどういうふうに分配していけばいいですかっていうことを、明らかにする。その下書きがこのボックス図なわけですね。発生したお金っていうのがここに集まってますよと、ね、集まってきましたよと。これを当月完成品と月末仕掛かり品、この右側にうまく分配していきましょう。左から入ってきたお金を右側に分配する。これがボックス図の、本質なわけですね。じゃあその左側と右側って何なのっていう話なんですけど、これを2つに分けてあげましょう。そうすると、このね、左側って何なのかっていうと、月初仕掛かり品と当月挿入分、これって要はね、元となるものっていうイメージなんですけど、元となるものがあって、右側は結果ですね。当月完成品と月末品、これが結果ですよと。これは簡単なイメージをね、ぜひ持ってほしくて、今財布があるとします、ね、財布ね、手元に財布があって、じゃあ、当月の初めに500円あったとしますと、ね、元から500円ありましたよと。カツカツですね。500円持っていました。で、今月ですね、じゃあ1000円頑張って稼ぎました、ね、1000円入ってきました。これが元となるものなんですね。要はね、もともと500円持っていて、ね、月の初めのタイミングで500円持っていて、で1000円今月稼いだ場合っていうのはね、今月使えるお金っていうのは結局1500円ってことですよね。500円と1000円が合わさって1500円ですよと。要は使える元、原資になる部分、これが1500円ですよと。で右側は結果ってことなんだけど、この1500円使えたわけだけど、結局1500円をどうしましたかっていうのが右側に対応しますと。要は1500円が、例えば1200円使いましたと。使った。で残り300円ね、貯蓄ね、貯金しましたよと。ここの部分が、右側に対応しますと。人によってはね、100円落としちゃいましたとかね、落としちゃいましたっていう、使い道というか、結果に終わってしまう場合もありますし、要はね、500円もともとあったっていうのが月初仕掛かり費に対応して、1000円稼いだっていうのが、要は当月挿入分に対応して、この1500円の元となるものっていうのがどういう結果に陥りましたか、ね、それが当月完成と月末っていう結果になりましたっていうのと一緒で、1200円使いましたっていうのと300円貯金に回しましたっていう結果になりましたよっていう話ですね。これが左と右の関係。これを実際ね、ベルトコンベア、仕掛かり品に対応させて考えると、ベルトコンベアね、工場があって、この問題の場合で言うと、もともとですね、月初仕掛かり品が20個あったわけでね、20個作りかけのものが、工場内にありましたよと、ね。なんだけど、80個当月投入したわけですよ。投入、80個さらに作り始めることにしましたよと。つまり、20個もともと工場内にあって、80個、作り始めたわけですよね。
手を加え始めたとね。ということは、100個分手を加えてるわけなんだけど、その100個はどうなったのと、結果どうなりましたかっていうところで、そのうち90個が完成になって、90個完成ね。で、ベルトコンベヤから外れましたよと。で、残り月末10個ね、10個分が未完成のまま、月末仕掛品になってますよと。で、この月末仕掛品が翌月の月初仕掛品になるわけだね。よろしいですかね。だからイメージ的にはこの月末仕掛品っていうのはキャリーオーバー的なイメージね。キャリーオーバー。よろしいですかね。この月初と当月分で、元となるものがあって、結果、月末分に、残っちゃったものがあると。これはじゃあ来月以降にキャリーオーバーしましょうとね。こういうキャリーオーバーのイメージを持ってあげれば、じゃあ月初の分っていうのは先月分から引き継がれてきた部分がここに対応するんだなっていうことが分かるはずです。なのでこのね、発生したお金っていうのがあるわけで、それが元となるものにおいて、発生しているわけなんだけど、それを、結果こうなりましたの結果の方に適切に暗分していきましょうと。適切に暗分したいよね。じゃあどういう風に暗分していけば適切と言えるのだろうかね。このイメージを持ってもらえれば一つ一つね、かなり理解が進むと思います。材料の追加、投入の問題とかも、元素の安定的発生の問題とかも、どういう風に暗分していけば、どういう割合で分けていけば適切なのかっていうことを考えてもらえれば、必然的にこうしたくなるっていうのがあるんですよっていうことを見ていきます。じゃあ続いてね、この問題を通して、じゃあ材料とか、ね、あるいは加工費とか、ね、材料費加工費っていうのをどういうふうに暗分していきたくなるのかっていう話をしていきますと。で、その一番初めの段階として、まず完成品90個、月末仕掛品10個、月初仕掛品20個っていう、製品の、個数に基づいたボックス図っていうのを書いていきます。要はね、材料とか加工とか加工費とか完全に無視したもう製品単体についてのボックス図を書いていきますと。で、製品、これって何かというと、月初何個あったのって言ったら20個かな、20個だよね。で、完成品が、90個か、90個あって、で末、ね、月末にはキャリーオーバー分が10個ありますよと。で、その結果当月のね、投入分っていうのが80個というふうになるわけですよ。よろしいですかね。で、これをもとにね、だから20個、80個、90個、10個。だから材料費をこれで暗分してっていうのは、実は短絡的なわけですよ。これってあくまで製品の個数なんですよね。何かというと、このベルトコンベヤ内にあったもともと20個あって、で80個手をつけ始めました。その結果90個完成して、で10個ね、まだ作り途中です。そういう状態の中で、なんでじゃあ材料費をなぜこの個数にね基づいて暗分するのかっていうことを理解していかなきゃいけないと。で、このね製品のこの20個、80個、90個、10個っていうふうに書かれているわけなんですけど、これの大きな問題点って何だと思いますかね。結論から言うと、これ1個あたりのものが標準化されてないと。1個っていうのが標準化されてませんよと。これが問題なんですよね。要はね、この1個1個っていうのが標準化されているのであれば、例えばもう、ね、この材料費加工費っていうのをごっちゃにして全部足し合わせて100個あたりこれだから90個と10個はこの額っていう風にしたいわけなんですけど、1個あたりが標準化されてない。どういうことかというと、例えばこの月初仕掛品っていうのは何かというと、作り途中のものなんですね。作り途中のものが集まっていますよと。で、今回ね、当月投入分80個っていうのは何かというと、当月に手を加え始めた製品のもの個数なわけじゃないですか。加え始めたね、手を加え始めた製品っていうのは完成したものもあれば、まだ完成しないものもあると。
問題によっては途中で壊しちゃったものもあればね、なくしちゃったものとか目減りしちゃったものとか、いろいろあるわけなんですよ。そういうふうにね、一個一個が違うものにもかかわらず、例えば80個で1万円ってことは1万割る80で1個あたりいくらみたいにできないですよね。一個一個が違うんだから、一個一個が標準化されていないわけだから。ということで、標準化されていないこの生のデータですね、この何の手も加えていないデータをうまく標準化してあげましょうっていうこと。一応このね、ボックス図っていうのがマスターキー的な働きをするんですけれども、こういう何も手を加えていないこういうボックス図っていうマスターキーがあって、そのマスターキーを使っていろんな合鍵を作っていきましょうと。どういうものかというと、今回のね、ボックス図の目的っていうのは、発生したお金っていうものを適切に安分していきましょうっていう話だよね。じゃあどういうところで発生しているのかっていうと、一つが材料費、直接材料費、これが一つで、もう一つが加工費ですよね。この2つにおいてお金が発生しているわけだから、このマスターキーを使って材料費を安分するボックスをまず作りたいのと、あと加工費ですよね。加工費を安分するボックスを作りたいなっていう発想に至るわけですよ。よろしいですかね。製品っていうのはあくまで1個が標準されていないわけだから、このままだと安分することができませんと。で、安分したいものっていうのは発生したお金のこの2種類なわけだから、その2種類それぞれについて1個というものが標準化されている材料ボックスと加工ボックスを作っていきたいよねっていう話です。よろしいですかね。なのでこの過程でもともと一個一個が標準されていないわけだから、標準化することによって適切に分配できるよう調整すると、こういう手もかけましょうっていう話なわけね。じゃあ材料っていうのはどういう割合で安分するのが適切と言えるのか、ね、適切に安分ってどうすればいいのかっていうことを考えたいわけなんだけど、要はこの20個とか80個とか90個とか10個とかっていうのは製品単位で考えるともういろんなものがあるわけだよね。いろんなものがあるわけなんだけど、じゃあ材料っていうものだけにフォーカスして考えてみようとね。この20個の中に材料がどれぐらい入っているのか、90個の中に材料がどれぐらい入っているのかっていう風に標準化して考えていきましょうと。で、ここで基準になってくるのがね、完成品90個、完成品ね、完成品1個あたりに入るこの材料費っていうのを基準にして考えるとうまくいきますよと。考えやすいよね。完成品1個を完成させるためにね、1個を作るために必要な材料っていうのを丸1というふうに考えましょうってね。丸1とする。これ丸1でも X でもいいし、これを1個っていうふうにするとね、この個って何っていう話なんだけど、これを必要な材料っていうのを1個っていうふうに便宜上置きましょうっていう考え方もできるんだけど、分かりやすくね、一旦完成品1個を作るために必要な材料を丸1と置いてあげましょう。そうするとどうなるかというとね、この仕掛かり品の、月初仕掛かり品に入っている材料っていうのは何個分ですかっていうことを考えていきたいんだけど、この直接材料っていうのは工程の視点で投入してるよね。視点で投入ということは、いろんな製品があるわけですよ。作りかけのものだったり。でも作りかけだろうが最初の時点で、材料が投入されてるわけだよね。ということは月初仕掛かり費20個、40%、違う 60% か 60% しか、加工進捗度ないわけだけどね。でも最初の時点で材料を全部入れてるわけだから、この20個の中には材料は丸20含まれてるわけだね。丸20含まれてますよと。で、完成品90個の中には当然材料は丸90含まれてますよと。同じように、月末仕掛かり品には10個で加工進捗度は 80% なわけだけどね、もう手を加えてる時点でね、この10個、80% しか進んでない中途半端な製品の中には
丸10だけ材料は含まれてますよね。そうすると、当月ね、丸80分だけ入れたんだっていうことが分かりますと。このね、材料のボックスっていうのは製品のボックスと同じように見えて、何が違うかというとね、1個っていうものが標準化されてるわけ。ね、丸1っていうのが統一されてるわけだから、この材料っていう、データですね。8000円と2100円っていうのをうまく暗分することができる。こっちが8000円で、こっちが2100円と。これをこの丸1っていうのを考えてあげて、うまく暗分することができるよねっていう話です。よろしいですかね。こういうふうに、標準化していくっていう作業があって、で材料に関して言えばですよ、材料に関して言えば工程の視点で投入している結果、この製品の、マスターキー的なボックスっていうのを書いてあげたときに、結局この20個っていうのはそのまま丸20、80個っていうのはそのまま丸80に対応するからこそ、いつもね、普段皆さんが何も考えずに、20個、80個、90個、10個、これが、材料費の方でしょっていうことを風に考えることができると。このね、理解をしっかりとしておいてください。そうするとね、その後の材料の追加投入の問題とかもスムーズに理解できると思います。で、加工費も一緒ですね。加工費に関しては、じゃあこのいろんな種類がある20個、90個、10個っていうものに対して加工費っていうのをどれだけかけましたかっていうことを考えるんだけど、それにあたってね、同じく完成品1個を作るために必要な加工量を丸1としてあげましょうね。必要な完成品1個に必要な加工を、丸1とする。そうすることによって、完成品90個っていうのは、当然丸90だけの加工をかけてきたわけですね。丸90だけの加工をかけてきたわけで、じゃあ月末10個にはどれだけのね加工がかかってきたかっていう話なんだけど、加工進捗度は、月末は 80% なわけですよね。10個作ってきてんだけど 80% しか終わってないわけだから、加工は当然丸8ですよと、みたいな感じで、月初は20個あるわけだけど 60% しか進んでないわけだから、20個の 60% の丸12だけ加工してますよと。で、その差額が丸86、この当月投入分が差額で求められる、差額で計算する、12、98を使って求めていく理由っていうのがこれでね、なんとなくわかると思うんですけど、この当月投入分80個っていうのはいろんなものがあるわけですよ、マスターキーの、製品のところで考えると、これだけもういろんなものが混在してるわけだね。作って完成したのもあれば、作りかけのものもあれば、子孫品としての、使えないものもあればと、いろんなものが混在しているので、このね混在しているものを見てあげて、80個には丸86だけ加工されてるって無理なので、分かるところ20個、90個、10個から攻めていきましょうっていうのが、基本的な考え方ですよと。まとめるとね、そもそもこのボックス図って何って言ったら、発生したお金っていうのを右側に分配するものですよと。で、その左側っていうのは元となるもので、それが結果としてこうなりましたっていう右側にね、変わっていくわけなんだけど、その元となるものにおいて発生したお金っていうのをどういうふうに暗分すれば適切に暗分できますかっていうことを考えていくっていうのが、ボックス図の基本的な考え方で、その上でまずね、生のデータっていうのがあるんだと、90個、10個、20個っていう、製品のボックス図っていうものがあるわけなんだけど、これがマスターキー的な役割を果たしている。でもこのボックス図の問題点っていうのは、1個っていうのが標準化されてませんよと、同じものがないということはね、このままだと割り算して1個あたりいくらみたいに考えることができない。じゃあそのお金が発生している元である材料と加工っていうものをそれぞれね、標準化したようなボックス図っていうのを作ってあげたいよとね。だから完成品1個を作るために必要な材料を丸1とする、その丸1っていうのを1個っていうふうに便宜上ね、
これを1個っていう単位で、あえて考えてあげれば、先ほどのボックスみたいになると。ね。だから加工品8個とか86個、12個って何っていう話なんだけど、要はね、完成品1個に必要な加工を丸1とする。ね。必要な加工量を丸1とする。その丸1を、じゃあ1個っていうふうに言い換えてあげたとしたら、8個とか12個とか86個みたいな感じになるよねと。ね。要は86個分作れる加工量っていうことなわけなんだけど、だから大事なのは、これはね、単位が20個、80個、90個、10個っていうわけじゃなくて、丸20、丸80のものを丸90、丸10にうまく暗分してあげましょうっていうのが本質なんだと。ね。この適切に分配できるように調整、標準化していくっていう過程を経てるんだっていうことをなんとなくね、理解してもらいつつ、結局、材料と加工っていうのをこれ、ごっちゃにして、ガッチャンコね、合体してあげて、この図を作ってあげる方が、試験的には早く解けるよねっていうことで、こういうふうに解いてもらってもいいんですけれども、その背景にはマスターキーを標準化している、この2ステップなんだっていうことをしっかりと理解しておいてください。ではね、後半では、この材料の追加投入と減損の安定的発生の問題っていうのを、そのね、今話したことを踏まえて、こういうふうに暗分したくなるよねっていうことを、確認してもらって、記憶に頼らない問題の解き方っていうことを実感してもらえたらいいなと思います。